今回はページの GUI 画面に T コンボボックス、T スケール、キャンバス、ラベルを配置した画面を修正して、キャンバス上に表示する図形の大きさを操作するプログラムを作りましたので紹介します。こちらが T コンボボックス1です。そしてこちらが T スケール1となります。その下にキャンバス1を配置します。隣にラベル1を配置しました。そしてメニューより Generate Python GUI を選択し Python コードとして出力します。もう一つメニューより Generate Support モジュールもエクスポートしています。こちらがページにより生成されたファイルとなります。それでは、こちらのファイルをダブルクリックして実行してみましょう。上のコンボボックスより、円か正方形を選択します。正方形を選択すると、キャンパスに赤い正方形が表示されます。スケールを動かすと図形の大きさと右側のラベルのフォントサイズが変更されます。また、サイズの値も表示されます。これが追加された機能です。それでは、コードを見ていきましょう。こちらが GUI を設定したコードとなりますが、このコードについては修正を加えていません。変更を加えたのが、こちらのサポートファイルの方です。変更を追加した部分を見ていきましょう。まずここでコンボボックスの初期化を行っています。T コンボボックス1に選択肢として、円と正方形を追加し、カレント例としてデフォルトで、円が選択されるようにしました。そして、スケールの初期値として25を設定しています。次にイベントの設定として、T スケール1スライダーの値が変更されたとき、アップデートアンダーラインディスプレイ関数が呼び出されるように設定しました。また、T コンボボックス1ドロップダウンリストの選択が変更されたときにも、アップデートアンダーラインディスプレイ関数が呼び出されるように設定しました。また初期描画では、アプリケーションの起動時に、設定された初期値で図形とラベルが描画されるようにしました。まず、受け取ったバリュー、スライダーの値を、まずフロート、不動小数点数に変換し、次に int、整数に変換して、ピクセル計算に使いやすいサイズという変数に格納します。万が一、無効な値が渡されてもエラーで停止しないように、トライエクセプト構文でエラーを補足し、その場合はサイズを1とします。次に、ラベル1ウィジェットの設定を .config、メソッドで変更します。テキストの更新は、ラベルに表示されるテキストをサイズを25のように、現在のサイズの値を表示するように変更します。フォントサイズの更新は、ラベルのフォントサイズをサイズの値に連動させます。フォントサイズが0になるとエラーが発生するため、MAX、1、サイズとして最小でも1になるようにしています。そして、新しい図形を描画する前に、キャンバス1上に描かれている古い図形をすべて消去します。図形を常に中央に描画するため、キャンバス1の現在の幅と高さを取得し、その中心座標、x アンダーラインセンター、y アンダーラインセンターを計算します。そして、こちらでキャンバスの中心座標を取得します。次に、T コンボボックス1から現在選択されている項目、円または正方形を取得します。そして、if 文で選択されている項目を判定し、円ならクリエイトアンダーラインオバールを、正方形ならクリエイトアンダーラインレクタングルを呼び出して図形を描画します。図形の大きさは、中心座標から上下左右にサイズだけ離れた座標を指定することで、サイズの値に連動させています。